皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、直近の決算発表と超大型の事業再編ニュースで株価が大急騰し、市場の話題をかっさらっているオリックスの点検を行います。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートから見ていきましょう。最新の2026年3月期の実績データで判定していきます。配当利回り 3.0% 以上に対し、実績は約 2.8% で不合格。 ROE10% 以上に対し、実績は 10.4% で合格。自己資本比率 50% 以上に対し、実績は 24.9% で不合格。配当成功 50% 以下に対し、実績は 39.0% で合格です。一見すると不合格が2つあって不安に見えるかもしれませんね。しかしご安心ください。配当利回りは直近の株価急騰で一時的に 3% を割って見えているだけです。後ほど説明しますが、来期の大幅増配を予想に当てはめれば実質合格レベルです。また自己資本比率が 24.9% と低いのも、銀行や生命保険といった金融業を営んでいるためであり、この業界特有の構造なので全く問題ありません。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。オリックスが一体何で儲けている会社なのか、その稼ぎの柱を点検していきましょう。オリックスは事業が多岐にわたるため、会社側も重要視している投資、事業、金融の3つの分類で利益の構成比を見ていきます。最大の稼ぎ柱は投資分野で利益全体の 41.8% と3063億円を稼ぎ出しています。ここは企業を買収して価値を高めて売却したり、海外で事業展開したりする部門です。次いで大きいのが事業分野で 32.4%、2371億円。ここは不動産や再生可能エネルギー、空港の運営などを行っています。そして租業であるリースや銀行、保険などを含む金融分野は 25.8% と1892億円となっています。つまり今のオリックスの正体は、有望な事業やインフラに投資して自分たちのノウハウで価値を高め、一番いいタイミングで高く売却して利益を得るという最強の事業投資会社なのです。この育てて売ってまた新しい事業に再投資するという得意技、会社はこれをキャピタルリサイクリングと呼んでいますが、これこそがオリックスの強さの根源なんです。次に業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の売上と利益のトレンドを確認しましょう。オリックスの過去5年間はまさに変化に強いポートフォリオの底力を見せつけたストーリーです。経済環境が大きく変わる中でも、売上高、営業収益は2022年3月の2兆5080億円から直近の2026年3月には3兆3308億円へと見事な右肩上がりで成長を続けています。営業利益に関しても世界的なインフレや金利上昇などの荒波を受けながらも、多様な事業が互いにカバーし合うことで安定した成長を遂げ、直近の2026年3月には4562億円という過去最高益を叩き出しています。一つの事業がダメでも他の事業でしっかり稼ぐ、このリスク分散と資産の入れ替えが美しく機能しているのがトレンドからはっきりと見て取れますね。続いて財務の深掘り点検です。企業の基礎体力となる財務状況をチェックしていきます。まず手元の現金及び現金同等物は1兆4511億円と超がつくほどの潤沢な資金を持っています。どんな不況が来てもびくともしない分厚いクッションです。次に有利子負債の状況、借金ですが6兆5380億円と非常に大きく見えます。しかしこれは決して悪い借金ではありません。金融投資事業を展開するオリックスにとって、お金は事業を大きくするためのレバレッジ、テコの道具であり、いわば商売の仕入れのようなものです。多様な手段で低金利で調達した資金をより高い利回りの事業に回して利益を出しているため、
この負債の大きさは稼ぐ力の源泉であります。現金と負債のバランスもしっかりコントロールされています。そして事後資本比率、倒産しにくさは 24.9% です。一般的な製造業などと比べると低く感じますが、金融業を中核に持つ企業としては極めて健全な水準です。国際的な信用格付けでも A 格をしっかり維持しており、財務の基盤は文句なしに強固です。次は還元姿勢の点検、配当成功です。配当の推移を見ると美しい階段状に増配を重ねています。2022年3月の 85.60 円から直近2026年3月期は 156.10 円まで一気に増配されました。そして来期2027年3月期については配当成功 39%、 もしくは前期実績の 156.10 円のいずれか高い方という実質的な加減保証、減配しないの方針を掲げています。会社が掲げる純利益の目標5300億円が達成されれば、来期の予想配当はなんと 187.36 円という大盤振る舞いになる計算です。配当成功も実績で 39.0% と無理のない安全な水準にコントロールされており、長期で安心して持ち続けられる配当姿勢です。続いて直近決算と将来目標です。なぜ今こんなに株価が好調なのか。2026年3月期の決算は売上高が3兆3308億円、前期比プラス 15.9%、営業利益が4562億円、前期比プラス 37.5% ととてつもない大増収増益でした。この絶好調の裏にはインドの再生可能エネルギー会社グリーンコエナジーの株式売却益や米国でのファンド評価益など、これまで育ててきた資産を高く売るキャピタルリサイクリングの大成功があります。さらに市場を驚かせた特大のニュースがオリックス銀行の大和証券グループへの全株売却です。これにより来期2027年3月期には約1242億円もの巨額な売却益が計上される見込みとなり、当期純利益の目標を一気に5300億円、前期比プラス 18.5% へと引き上げました。加えて今期は2500億円というとてつもない規模の自社株買いまで発表しており、これが株価を強烈に押し上げる原動力となっています。次はチャート需給点検です。チャートを見ると、この歴史的な好決算とオリックス銀行の売却報道、そして巨大な自社株買いの発表を受けて株価は大きな窓を開けて一気に5500円台へと急騰しています。需給面では信用倍率が約 15.3 倍となっており、改ざんがやや多めの水準です。これだけ良いニュースが連発されたことで、短期的には多くの投資家が飛びつき、少し相場に過熱感が出ている状態ですね。最後に結論、のんびりの判定です。オリックスは多角化による圧倒的なリスク分散と事業を育てて売るキャピタルリサイクリングを見事に機能させている素晴らしい企業です。還元姿勢も申し分ありません。しかし直近は好材料の連発で株価が急騰し、チャート上に大きな窓を開けて上昇しているため、今すぐこの熱狂の中で高値へと飛びつくのは現場の安全基準に照らすと少しリスクが高いと考えます。したがって私たちがのんびり拾うための具体的な指し値としては、今回の急騰で開けた窓をしっかりと埋め、相場の熱が冷めるのを待つ5200円に設定したいと思います。なぜ5200円かという根拠ですが、テクニカル的に急騰前の下値支持線として機能しやすい窓埋めラインであることに加え、ファンダメンタルズの面でも来期の予想配当 187.36 円に対して株価が5200円であれば、配当利回りが約 3.6% という高配当銘柄として非常に魅力的な水準に達するからです。焦らず利回り 3.6% の安全ラインまでじっくりとチャンスを待ちましょう。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、
本日もご安全に。